どうもベルです。今回は Doomsday の初心者ガイドということで、成長に必要不可欠な各イベントの周期や効率の良いイベントの進め方についてやっていこうかなと思います。Doomsday、毎日いろんなイベントが開催されてるんですけど、もうどれもこれもめちゃめちゃ美味しくて、時短アイテムやジェムを獲得できるだけではなくて、もうヒーローの育成にも必要不可欠なんですよね。で、そしてこのイベント、不定期に来るわけではなくて、周期的にイベントが来ます。もちろん、不定期に来るイベントもあるんですけど、トップ司令官などの重要なイベントは、周期的に来るようになってますので、その周期をしっかり知っておくと、そのイベントに備えて、時短を貯めておこうとか、ジェムをじゃあどのタイミングで使っていくべきかなど、自身の育成計画の設定の参考にもなりますし、イベントをしっかりこなしていくことで、効率よく育成していくことが可能です。本当に知っていると知ってないとで、大きな差になりますので、ぜひ今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。では、早速やっていこうと思うんですけども、まず大前提として、このゲームのイベントって、月曜始めの4週間を一つの周期として動いているのは皆さんご存知ですか？この4週間の中で主要イベントが、1週目が1回目のトップ司令官。で、2週目が初頭レイド。で、3週目が2回目のトップ司令官。で、4週目が同盟リーグ。で、これで1周期終わりまして、次の周期に移って、また1週目からスタートするイメージです。で、次の周期になると、トップ司令官イベントで獲得できるヒーローの陛下が変わるようになります。なので、まずは1週目のトップ司令官の週からお話ししていきたいんですけども、まず、初日である月曜日は、建設研究や、兵装の、製造ステータスの源泉などで、ポイントを獲得していくことができます。基本的には、建設研究をするべき日になりますので、この時に、建設研究の加速アイテムを使っていきましょう。また、兵装の、ステータス源泉だったり、ガチャでもポイントになりますので、そちらもこの時に合わせてやっていただくのが良いのかなと思います。では次の火曜日なんですけども、この日はラッキールーレットを回す日ですね。ラッキールーレットって水曜日にも回していけるんですけども、火曜日に回した方がトップ司令官のポイントになるので、もう火曜日に全部回していただくのが良いのかなと思います。そして、この日から伝説のハンター、矢の消費イベントですね。そちらが始まります。ただ、伝説のハンター、昔の動画でも話したんですけど、毎回やるべきイベントではないんですよ。矢を2000とか3000貯めていって、もうここぞというタイミングで使っていただくのが良いのかなと思います。で、水曜日ですね。水曜日なんですけども、ウォーター戦争が来ます。で、ウォーター戦争は、毎週水曜から金曜日に行われるイベントで、トップ司令官の週だと、水曜にやると、少しだけですけども、ポイントを獲得していくことができるので、なるべく水曜日にやっていただくのが良いのかなと思います。そして、この日のトップ司令官のメインは、あくまでヒーロー育成になりますので、ヒーローのレベルやランク、スキル上げやヒーロー創作、ガチャなどですね。
そちらは、この日にやっていただくのが良いのかなと思います。また、大統領が決まったサーバーでは、闇の封鎖という、クロスサーバーの戦闘イベントが、この週に行われます。で、木曜日に、マッチング期間が、開始されるので、意味があるのかは、ちょっと疑問なところではあるんですけども、なるべく、強い相手と当たらないようにするために、戦力を下げていくという、ところがあるかなと思いますので、この日に、兵装を外しておくのも良いのかなと思います。そして、木曜日なんですけども、この日は、兵士訓練をするための日ですね。兵士訓練をやるべき日は、この木曜日です。で、大統領がいるサーバーだと、この日に連邦バフを、かけてくれる人も多いと思いますので、もうこの日に訓練加速を使っていきましょう。ただ、トップ司令官の中で、この日に獲得できるポイントってズバ抜けてるんですよ。なので、ランクインを狙わない場合には、あえてやらずに温存しておいて、ここぞという時に一気に使っていくのも全然ありなのかなと思います。また、連邦バフなどがある場合には、最後に訓練人数の1万人アップや2万人アップのアイテムを使っていって、訓練を仕込んでおきましょう。ちまちま訓練系のイベントって、細かいの来るんですけど、訓練って毎日完了させるべきではないんですよ。それよりも、バフが焚かれてる時に、多くの兵士の、訓練をスタートさせちゃえば、じゃあ1万なら1万、2万なら2万の兵士を全部そのバフ付きで訓練していくことができるので、ほんとこれ、訓練人数のアップアイテムを使わずに、毎日やってった方がいいと思われている方多いと思うんですけども、結構もったいないので、ぜひ、この動画を機に、アイテムを使ってセットしていただくのが良いのかなと思います。そして、金曜日ですね。で、この日は、装備強化とパーツ強化の日です。装備だったりパーツ、もうすぐ強化したくなる気持ち、めちゃめちゃわかるんですけど、我慢して、この日にやっていきましょう。またこの日は、兵士訓練でもポイントを獲得できるんですけど、木曜日の訓練加速の仕様と、この金曜日は、木曜日が訓練加速でポイント取れて、金曜日に、金曜日は、訓練した兵士の量に対して、ポイントを獲得できるわけなので、じゃあ木曜日に、訓練人数のアップアイテムを使っていって、残り1日くらいまで、加速させていって、で、金曜日に、じゃあ残り数時間の、加速をしていって、1万人だったり2万人の、訓練を完了させて、その分のポイントを獲得するっていう人も、いるみたいなんですけど、正直、金曜日の兵士訓練の完了によるポイントって、めっちゃ少ないんですよ。めっちゃってほどでもないかもしれないですけども、かなり少ないので、5万人アップを木曜日に使って、ギリギリまでセットしてやるんだったら、そこそこにはなると思うんですけど、1万だったり2万じゃ、そんなに大きくないです。なので、正直、もうこれはあんまりしないで、木曜日に、時短を使う訓練を完了させた後に、訓練人数の、拡大アイテムを使って、セットするだけに留めていただくのが良いのかなと思います。あれですね。この段階報酬を全部取るのに、装備上げとパーツ上げだと、ポイント足りないよっていう場合には、訓練していくのもありだと思うんですけど、普通に総合ランキングとか、
そのポイント獲得狙いで、使っていくのは本当にもったいないので、そこはお気をつけいただければと思います。で、この金曜日に、闇の封鎖のマッチングが発表されます。そして、土曜日ですね。で、この日は、闇の封鎖が始まってないサーバーはキルイベント。サーバー内で戦う日ですね。で、そして、闇の封鎖が始まったサーバーでは、闇の封鎖ですね。敵のサーバーのプレイヤーと戦うイベントです。ただ、それ以外にも、同盟メンバーと、ハイブをやってったり、ゾンビを飼ってったり。このゲームのメインイベントの一つなので、ぜひ闇の封鎖を楽しんでいただくのが良いのかなと思います。で、この日でも、建設研究、あとは訓練などで、ポイントを獲得していけるんですけども、効率悪いんですよ、結構。なので、例えば同じ、時間分の建設だったり、訓練加速の、研究ですね、ごめんなさい。建設研究の加速を使うんだったら、しっかり月曜日の、フェーズ1に、加速を使ってった方が、全然ポイントは上なので。このチャレンジフェーズの段階報酬が、達成できてなくて、もう達成したいよっていう場合のみ、加速アイテムなどを使っていただくのが良いのかなと思います。また、この闇の封鎖の週の土曜日には、並走が解放されたサーバー。正確には、並走が解放されて、少し経ったサーバーになるんですけども、そのサーバーでは、並走の装置を入手していくことができる、基地の探索という、ちょっとこれ、名前が絶妙に違ったら申し訳ないんですけども、そちらのイベントが行われます。で、このイベント、めちゃめちゃ美味しいので、ぜひやっていただければと思います。課金効率という面で見ても、おそらくというかトップクラスなので、非常にお勧めできるイベントなのかなと思います。そして、日曜日なんですけども、この日は、大都市が、開放されていって、大都市の取り合いが行われます。大都市を占領することで、地域の栄光を獲得することができて、で、地域の勝敗は、この栄光の量によって決まっていく以上、この大都市のバトルが非常に重要になってきます。闇の封鎖を、真剣に勝ちに行ってるチームとかは、かなり作戦をちゃんと練ってるチームが多いのかなと思います。また、この日に、来週行われる。正確に言うと、日曜日で、週自体は切り替わるので、今週のっていう言い方が正しいと思うんですけども、その初等レイドのエントリーが行われます。で、現在の同盟と、違う同盟で参加する場合には、この間に移動を済ませておきましょう。そしてこの日で、トップ司令官イベントと、伝説のハンターイベント、終了しますので、ランキングが、確定していって、エントリーが初等レイドのエントリーも確定していって、1週間、終了になります。そして、2週目に移るんですけども、2週目は、初等レイドの週ですね。で、月曜日は、建設研究訓練の、戦力アップの、サーバー内のランキングイベントが、来ます。で、それ月曜火曜と来るわけなんですけど、これ、結構悩みどころです。別に、このイベントの報酬、そんなに美味しいわけじゃないんですよ。トップ司令官で獲得できるヒーローが、もう欲しいヒーローいないとかだったら別なんですけど、
それで1位取っても、正直そんなに美味しいわけじゃないので、また、初等レイドでも、兵士訓練の、イベント来るので、ここであんまり無理をしないで、ランキングだったり、段階報酬のクリアを狙っていく必要はないのかなと思います。また、この月曜日は、招待スキンルーレットも来ます。復刻なのか、新スキンなのか、毎回決まってるわけじゃないんですけども、基本は、この日から3日間来ます。で、ただ、ここで注意点があって、この日に招待スキンルーレットを回すべきではありません。これなぜかというと、翌日と翌々日に、ジェムの消費イベントが来ます。これ忘れてて、初日に、ルーレットをもう全力で回す人が、一定数いるんですけど、本当にもったいないので、お気をつけいただければと思います。また、この月曜日は、結構盛りだくさんで、いらないアイテムを、レジェンドのかけらだったり、時短に、交換していける、お宝交換イベントも、来ますので、忘れずにやっていただくのが良いのかなと思います。そして、火曜日なんですけども、この日は、初等レイドのマッチングの発表。そして、ジェムの消費イベント。そして、舞台スキンイベントが開始されます。翌日から、初等レイドが始まるので、この間に、各同盟との外交も行っていく感じですね。で、先ほどお伝えした通り、ジェムの消費イベントが、来ますので、招待スキンルーレットを回していったり、VIP ショップなどで、移転などの、消耗品を購入していくのも、良いのかなと思います。ただ、翌日も、ジェム消費イベント、来ますので、招待スキンルーレットを、火曜日に、全部回すってよりかは、2日間に分散していくのが良いのかなと思います。で、そして、水曜日なんですけども、この日から、初等レイドが、スタートしていって、どんどん、塔を立てていくわけなんですけども、初日から、早速、兵士訓練のイベントがスタートします。初等レイドの、ポイントにもなりますし、訓練バフも、獲得できるので、この日に、訓練していくのも、全然良いのかなと思います。で、また水曜日なので、ウォーター戦争も来ますね。仮に戦うとなると、木曜、金曜と、どんどん忙しくなっちゃうので、空いてる時間にやっておくのも、良いのかなと思います。では次に、木曜日ですね。この日なんですけども、この日から、兵装が、開放されているサーバーでは、秘密の武器庫イベントがスタートします。ただ、初日にやるべきではありません。これですね。これなぜかというと、金曜か土曜に、週末のリチャージという課金イベントが来るんですよね。で、木曜に課金しちゃうと、それを受け取れないので、秘密の武器庫イベントに課金をしていく場合には、なるべく、この週末のリチャージに合わせていただくのが、良いのかなと思います。そして、金曜になるんですけども、この日は、秘密の武器庫やる人はやって、初等レイドでは、フェーズ1の最終日になりますね。で、あとは、ポンペイのエントリー期間がこのタイミングです。なので、忘れずやっていただくのが良いのかなと思います。そして、土曜日に、初等レイドの、派閥分けが、決定されていって、フェーズ2に移行します。で、そしてこの日は、兵装の装置を、入手するためのイベントの、
ラッキーロッタリーというイベントも来ます。強くなる上で、もう並走の装置っていうのは、もう本当に大事で、純粋に効率のみを見ていったときは、もうめちゃめちゃいいです。ただ、いかんせん高いんですよね。ラッキーロッタリーって、一周するのに、だいたい3万円くらいかかって、基本、レジェンドの装置っていうのは、最後にしか出ません。で、もちろん、ゴールドモールで、お得に課金してったり、していけば、もうそれよりは安くなるんですけど、それでも、そこそこかかりますし、結構大変なのかなと思います。ただ、本当に、レジェンドの装置、めちゃめちゃ強いです。ただ、これ貫突、星5ですね。これやるのに、同じ兵装が合計で10個必要なんですよ。なんで、めちゃめちゃ大変です。で、ランカーは、それを5部隊分。装置は1部隊につき2個、装着できるので、合計で10個、貫突を揃えに行ってるんですけども、やばいですね。そんなことは、さておいて、週末のリチャージが、土曜日までなので、ラッキーロッタリー自体は、日曜までやってるんですけども、基本的には、土曜日にやっていただくのが良いのかなと思います。また、ポンペイの試合は、各同盟が、土曜日か日曜日で、選択した時間になりますので、土曜日に試合がある方は、忘れずにやっていただくのが良いのかなと思います。で、そして、日曜日に、初等レイドの最終目標地点である、レベル8の村が、解放されていって、そこの、争奪戦をやっていって、終結ですね。そして、舞台スキンイベントも、この日で終了になりますので、終了になっていって、3週目に行きます。で、3週目は、トップ司令官の週になるので、1週目とほぼ変わんないんですよ。強いて言うんなら、初等レイドのエントリーの代わりに、同盟リーグのエントリーが来るくらいなので、なので、3週目は、スキップさせていただいて、最後の4週目に、移らせていただければと思うんですけども、4週目の、初日である月曜日。そこはただ、特にやることはないです。大事なのは火曜日からで、火曜日に同盟リーグがスタートします。で、この同盟リーグ、なかなか大変なイベントではあるんですけど、そこそこ美味しいので、なので、ぜひ、頑張っていくところ、頑張っていくのが、良いのかなと思います。ただ、ここで注意点があって、火曜日から同盟リーグを全力疾走するわけでもないんですよ。火曜日は、舞台スキンイベントと、トレジャーハントという、夏季イベント。季節ごとの大型夏季イベントが、重なった時には、そっちに、統一されることもあるんですけど、基本的にはそのイベントですね。そちらが来まして、ただ、このトレジャーハント、注意が必要なのが、あくまで、ジェムがついてくるパックを購入しないと加算されないので、秘密の武器庫だったり、ラッキーロッタリーのパックを買っていっても、ジェムがついてこないので、加算されません。なのでそこは、注意が十二分に必要なのかなと思います。で、そして、大事なのは、水曜日ですね。で、水曜日に、パーツ入手のイベントの、ブラッティブランデーと、建設と、訓練の、加速アイテムの消費イベントが来ます。まずは、ブラッティブランデーからお話ししていこうと思うんですけども、ブラッティブランデー、パーツを、お得に入手していけるイベントなので、ジェムの使いどころの一つですね。
なので、同盟リーグで、ジェムの消費クエストを受けていって、ブラッディブランデーをやっていけば、一石二鳥にも、なりますので、非常に良いのかなと思います。また、この建設と訓練の、加速アイテムの、消費イベントなんですけども、正直、トップ司令官の方がおすすめです。ただ、同盟リーグと重ねていけるので、同盟リーグで上位を狙っている方は、同盟リーグの、部隊戦力アップの、クエストを受けつつ、加速を消費していただくのが、良いのかなと思います。そして、ブラッディブランデー、建設訓練の、加速消費イベント、どちらも、木曜日まで、続きまして、木曜日から、秘密の武器庫イベントが来ます。ただ、金曜日から、また週末のリチャージの、イベント来ますので、課金して回す方は、金曜日にやっていただくのがおすすめです。また、金曜日には、またポンペイのエントリーが、来ますので、そこは忘れずに。そして、土曜日には、土曜日なんですけども、初頭レイドの、週同様に、ラッキーロッタリー、来ますので、まあ、装置を育てたい方は、そこを回していく感じですね。ただ、この土日って、ポンペイ以外の主要イベントないんですよ。もちろん、同盟リーグはあるんですけど、それ以外はないので、なので、ある種、ドゥームズデイの休息期間というか、そのような位置づけなのかなと思います。で、まあ、日曜日で、同盟リーグと、舞台スキーイベントを、終了していって、また月曜日から、新しい周期に切り替わっていって、トップ司令官イベントをやっていく。そのようなイメージなのかなと思います。はい。ということで、一通りのイベント解説については、以上になるんですけども、いかがでしたでしょうか？長く、プレイされている方だと、まあ、もうすべて、覚えていらっしゃる方も、いらっしゃると思うんですけども、結構忘れがちなので、ぜひ、今回の動画を参考に、じゃあもうちょっと待てば、イベント来るから、それに合わせようみたいな感じで、効率的な育成の参考になれば嬉しいなと思います。では、今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。